ラー親父チャンネル。モデラー親父モデオです。静岡のホビーショーに合わせて開催されたタミヤオープンハウスに行ってきました。ファンならば一度は訪れてみたい、まさに聖地と呼べる場所ではないでしょうか。タミヤの製品を手にするだけではなく、こうして多くの車両が展示されているというのも魅力だと思いました。このように実物をよく研究するところから始めている。だからこそクオリティの高いプラモデルが発売されているのではないでしょうか。もう感動が抑えられません。いよいよタミヤ本社に入ります。エントランスを上がっていきますと、トラックで有名なイスズ実戦投入はされませんでしたが、 F1 のエンジンも開発していたんですよ。ここでも出会いました。エイブラムス。自分の購入した製品があるとまた嬉しくなっちゃいますね。ワーゲンオフローダーです。私はこれ実車があるとは知りませんでした。そしてこのタイヤがグラスホッパーへと受け継がれるのです。実物を見ると RC にも興味が出てきます。レイブリック NSX スーパー GT の車両は RC もプラモも人気ですよね。完成品の展示はもちろん、ジオラマの作品も見ることができました。そしてこちらがミニ四駆の実写版エアロアバンテです。1分の1スケール、大きいですよね。ちゃんとガイドローラーもついています。そしてマツダ 787B、 1991年にルマン24時間レースで優勝したマシンです。これからプラモデルの再販もあり、注目を浴びていたマシンの一つです。やはり本物の迫力とかディテールっていうのはね、よく見てみるとかっこいいですよね。めったに見ることもできませんので、レースカーというのは独特な雰囲気があると思います。そしてレースカーの頂点といえばやはり F1 ですよね。2台のロータスをはじめ6輪のタイレルマシンも並んでいました。ここからはタミヤミュージアムと思われるようなスペースに入っていきます。先ほどのロータス F1 の RC 化、そして数々のプラモデルシリーズ、さらにはミニ四駆シリーズもありました。ミニ四駆もかなりの数が出ているんですね。 RC トレーラーシリーズ、さらにはエンジンのバギーカーもタミヤから発売されていたんですね。ツーリングカーの RC シリーズ、バッテリーも今までにいろんな種類がありましたね。皆さんも懐かしいものや買った思い出のある製品があったんではないでしょうか。12分の1の FW14、 私これ中学生の時に作りました。このように歴史を振り返ると、実車のデザインも複雑になっていますが、それに合わせて模型の技術というのも向上しているんだなと感じました。またデカールもよりカラフルに、そして緻密になっていると思います。さてここからはより歴史の古いコーナーへ入っていきます。昔からミリタリーもののプラモデルは人気だったんですね。私はこの辺全くわからないです。そしてこれね、懐かしいタムテックってシリーズもありましたね。強小のミニッツも人気なんで、タムテック復活してもねいいかなと思うんですけど、サイドカーの RC カーなんてあったんですね。そしてこちらがハイラックスシリーズ初代モデルになります。そしてホットショットもね名作、そしてヒット作でしたよね。今でも大人気です。私もね結構知らない RC カーまだまだありますね。バイクのエンジンのみというプラモデルもね出していたんですね。そしてこちらは大きなレオパルドです。
なんと10分の1スケール。これはちょっとね、製品化されたかどうかはちょっと定かではありませんでしたが、なかなかの迫力でした。こちらもね、製品化されたのかは不明でしたが、大きな戦艦です。しかも驚くことにこちら木製なんです。プラスチックが一般的になる前は木材を利用した船や飛行機の模型というのを多く発売していました。こちらのパッケージもね、今とは全然違いますね。この辺を見るとなんとなく木材の模型なのかなっていう雰囲気がね、伝わるんじゃないでしょうか。こちらは塗装前になるんですけども、木材でもかなりね、細かいディテール再現していますよね。女性に大人気、スイーツデコレーションもどんどん充実してきています。ほんとこれ見てるともう食べられそうだなっていう感じがしますよね。特に海外の方は日本のサンプル食品のクオリティを見ると驚くようです。こうして振り返りますと、タミヤさんの製品を通じて様々なメカニズムを知ったり、知識教養を得てきたと思うと、改めてタミヤさんの製品に私は育てられてきたんだなと実感いたしました。撮影はできませんでしたが、製造の現場の方や開発の方々ともお話ができて非常に感銘を受けました。皆さんも実際行ったら感動しますので、タミヤオープンハウスぜひ行ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。